万博をやることで未来の技術が進歩するって嘘を言う人多いんですよ。すでにあるものを紹介するために2500億円払うだけで、そこに新しい進歩はないんですよ。でもなんかその技術の進歩のためにはお金を払うべきだみたいな、ああいう僕嘘をつく人って好きじゃないんですよね。今や IT 技術は法律と同じく社会統制の技術だと思いますが、エンジニアが政治家の方が良くないですか？政治家は猫の方がいいっていう説があって、で、まあ、アイドルとかが政治家やってるんですけど、この人が間違えるんだったら仕方ないよねという人とか、ロマンを語れる人の方が政治家になった方がいいと思うんですよね。要はその、正しい政策を正しくやるというのは、実は官僚でいいんですよ。なので、例えばじゃあその、東京オリンピックをやるべきなのかどうかっていう判断をするのが政治家なんですよ。なので、東京にオリンピックを呼んでくる。で、それで新幹線というのを日本中に普及させることで、交通網を作って、外国人に日本を見てもらって、先進国の仲間入りをするというのが、日本にとって価値があるんだ。だからここにめちゃくちゃ金を突っ込むべきなんだっていうふうに言った1960年代の政治家というのは、僕は判断は正しいと思うんですよ。ただ、2020年になって、オリンピックをやるんだって言って、ただ、ロンドンオリンピックとかめちゃくちゃ損してますよねとか、近代オリンピック基本開催都市赤字ですよね。で、さらにコロナもあるから、オリンピックとかやる必要ないんじゃないですかっていう時に、オリンピックやるんやって言って3兆円使うみたいなのが、これは今度は政治家が間違えた例なんですよ。で、ただ、あれがキャラで許される人もいるんですよ。要はその、人気のある人がやっちゃって、うわ、やっちゃった、ごめんっていうので、許されるキャラの方が、政治家としては成立しやすいので、なので、実務に関してはエンジニアがやるんですけど、その、やっちゃった、ごめんって言えるキャラの問題で、まあ、こいつが信じたんなら仕方ないよねっていう形で、その多くの有権者が信じられる対象というのが政治家になるっていうんじゃないかなと思うんですけど。なので、万博は厳しいと思うんですよね。僕がその万博でちょっと嫌だなと思うのが、嘘をつくんですよね。まあ、いろんなパビリオンできてないよとか、残業しないと作れないよとかっていう問題って、まあ本当にそうかもしれないし、その真実か事実かでいうと、ある程度グレーのところがあるんですけど、万博をやることで未来の技術が進歩するって嘘を言う人多いんですよ。万博で作られるのは、夢洲と呼ばれている埋め立て地に箱物を作って何か持ってくるだけなので、万博に払われる2500億円のお金で何かの技術が進歩するということはありません。進歩した技術のものを持ってきて展示する可能性はあります。なので、落合陽一さんが、パビリオンやるらしいんですけど、なので、落合陽一さんがもともと作ったものをそこで展示して、あ、落合さんって最近こういうことやってるんですね。でもそれってもう落合さんが毎回、もうすでに論文で発表したりとか、別の場所で発表してるものなんですよ。なので、すでにあるものを紹介するために持ってくるというのに2500億円払うだけで、そこに新しい進歩はないんですよ。でもなんかその技術の進歩のためにはお金を払うべきだみたいな、ああいう僕嘘をつく人って好きじゃないんですよね。要はそれで、あ、技術の進歩ならまあ仕方ないよねっていうのって、要は善意で人を騙してるじゃないですか。いや、技術の進歩なら仕方ないよね。でも言ってる側って、技術の進歩なんかねえよ。展示するだけだよって分かってるんですよ。だって今から何展示しようかって言って、箱物何作ろうかって言ってるんですよ。要はもともと5年前に、じゃあ500億円ぐらいいろんなところに配って、その500億円の研究成果が5年後見てくださいっていうのであれば、それは技術の進歩に影響する場合もあるんですけど、とりあえず箱物作るから2500円かかります。で、なんか各国とりあえずお金渡すからなんか作ってくださいっていう状態で、それは進歩もなんもねえだろうと思うんですけど、はい、今日のタイトルが、バカは陰謀論にはまらない小諸の前を飲みながらっていうのにしたんですけど、その陰謀論にはまる人って結構一生懸命ものを調べるんですよね。なので、じゃあ、コロナワクチンの中にそのマイクロカプセルが入っていましたとか、で、なんかマイクロカプセルの技術としてはこういうものがありますとか、イベルメクチンが効くんだとかいうので、イベルメクチンっていうのはどういう薬なんだよね、みたいな、皮膚病のこういうのを聞いて、皮膚のなんか要素に対してこういう基準があるからこれはコロナに効くんだみたいな、すげえ細かく一生懸命調べた上で間違えてるんですよ。要は、
あの、間違ってるということを、探そうって、間違ってるというか、合ってるかを確認しようじゃなくて、自分のこれが正しいという理論を探そうっていう形で一生懸命探すので、確かにそれが正しいよねという理論は、見つけようと思えば結構見つかってしまったりするんですよ。で、これ悪いことかっていうとそうでもなくて、大学とかで、一生懸命物事を調べてる先生とかって、自分の仮説が正しいという研究を一生懸命探して、で、それを並べて、確かにそういう研究があるんだから、この仮説は正しいよねっていうので、論文として証明するっていうのがあるので、なので自分の仮説が正しいと思うものを探すという行為は、実は論文を書く人たちっていうのはみんなやることなんですよ。で、もちろん真実を調べて、自分の仮説が違ったら違ったっていうので、まあそれはそれでしょうがないよねっていうのなんですけど、でもやっぱその仮説は本当は正しくないかもしれないけど、でも5年、10年とずっと調べ続けて、10年後にその仮説が正しいよねってなることもあったりするんですよ。だからアメリカでクラゲ10万匹ぐらい集めた、アメリカ国籍の日本人の先生がいるんですけど、もともと日本人でアメリカの大学に行って、で、ある種のオワンクラゲっていうクラゲの発光体を使うことで、細胞に色をつけることができるっていうので、ノーベル平和賞じゃねえや、ノーベル賞を取った先生がいるんですけど、あの人も、オワンクラゲの色素は、いろいろな細胞に色をつけることが可能になるはずだという仮説のもとに、めちゃめちゃいっぱい調べて、めちゃめちゃオワンクラゲ取って捕まえて、オワンクラゲ殺して、で、ようやく、確かに細胞に着色することができるよね。で、その結果、病原菌とかに、病的な細胞を着色することによって、その病的な細胞が体の中にどこに分布しているかとか、その着色した細胞だけを攻撃するということができれば、他のところに副作用がない形で、病気を治すことができるよねって、下村先生っていう方なんですけど、っていうのも、もともと俺の仮説が正しいっていう、何の根拠もないことを信じて、で、その仮説の正しさを証明し続けようとした結果なんですよ。なので、世間では常識的にはできないよねって言われているもの。例えばじゃあ、20年前に、病気の細胞だけ色をつけるってできると思いますかって言ったら、まあ、科学的知識のある一般の人は、いやいや、できないできない。そんなことできないよ。細胞に色つけられるわけないじゃん。だってそれができたら白人が黒人になるし、黒人が白人になるし、そんなことできるわけないでしょっていうのが常識的な説明なんですよ。でも、結論としては、下村さんが証明したように、ある種の細胞に色をつけることは可能であるっていうことなんですよ。なので、頭が悪い方が陰謀論にはまらないんですよね。要は、わかんないで終わるから、わかんないからこれはもうどちらが正しいとかにしないで終わるんですけど、陰謀論にはまる人ほど物事をちゃんと調べてしまって、結果として誰も信じないことをこう信じ続けてしまうっていう。ただでもね、本当に科学を発展させた人たちっていうのは、誰も信じてない仮説っていうのを信じ続けた人なんですよ。だから液晶テレビっていうのが、2000年代からようやく発売されるようになったんですけど、じゃああれがなぜ発売できるようになったかっていうのが、もともとRGB、赤、緑、青の三原色が出せれば液晶ディスプレイというのは作れるよねって言われたんですけど、残念ながら青の発光ダイオードというのが作れなかったんですよ。で、青の発光ダイオードって作れないよね。で、青いチューリップっていうことわざがあるんですけど、青いチューリップなんか作れるわけないよねっていう、その不可能の意味を指す言葉だったんですよ。まあ、ところがどっかで青いチューリップ今作れるんですけど、っていう感じで、青い発光ダイオードっていうのも作れないよね、青い LED っていうのも作れないよねって言われたんだけど、通常のやり方でみんなやってる中、なんだかな、窒化ガリウムかなんかを使って、まあ、普通の先生がやらない形でやろうとしたんですよね。